こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年1月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。クローズトゥーザサン、1月3日からゲームパスに対応しています。1897年のスチームパンクな船内を舞台に謎を解きながら物語を進めていくホラーアドベンチャーゲーム。プレイヤーのローズアーチャーは巨大船へ呼ばれ足を運びますが、どこを見渡しても人気はありません。そんな中、船内を探索していくと腐敗した人肉の匂いが充満していて、ホラーな雰囲気が好きな方は触ってみてはいかがでしょうか。日本語にも対応しています。ヘルレットルーズ、1月4日からゲームパスに対応します。歩兵や戦車、大砲などを利用でき、ダイナミックに変化していく戦線で100人のプレイヤーが壮大な戦いを繰り広げる第二次世界大戦を舞台にしたハードコアな FPS ゲーム。本作では実際の偵察画像と衛星データをモデルにした9種類以上の広大なマップが舞台となっていて、50人編成の2チームとして野原、橋、森、市街地など様々な戦地での戦いを楽しむことができます。ストア表記では日本語対応と記載されています。アサシンクリードバルハラ、1月9日からゲームパスに対応します。2020年に Xbox シリーズ X と S の本体と同時発売された朝栗シリーズ12作目となるタイトルで、9世紀を舞台にバイキングとして活躍していく物語が描かれています。システム面ではオリジンズ、オデッセイのシステムを継承していて、非常にボリューム感たっぷりなアクション RPG となっています。映像面においても太陽の光や海の波の表現などが非常に美しいですし、難易度設定も細かく選択することが可能で、オープンワールド RPG として非常に完成度が高く、誰にでもおすすめしやすいタイトルです。私、今作は50時間以上遊んでいますが、まだまだ遊び尽くせておらず、本当に膨大で超大作な仕上がりとなっている一本です。フィグメントジャーニーイントゥザマインド、1月9日からゲームパスに対応します。続編であるフィグメント2が2023年7月からゲームパスに対応していますが、今回新たに1作目の方も追加される形となりました。人間の心の奥を舞台に繰り広げられるミュージカルアドベンチャーゲーム。アクション満載の冒険の中では音楽、ユーモア、そして深みのあるストーリーを楽しむことができ、パズルを解いたり悪夢をやっつけたりしながら失われた勇気を取り戻していくこととなります。カラフルで奇妙な独創的な世界観を楽しめる作品ですね。スーパーメガベースボール4、1月11日からゲームパスアルティメットに対応します。2023年6月にリリースされた最新作が発売から半年で早くも追加される形となりました。アーケードゲームの迫力とリアルな没入感を組み合わせたゲームプレイを楽しめる今作では、200名超の野球界のレジェンドたち、6つの新スタジアム、そして演出の大幅アップグレードが搭載されていて、かつてない壮大なスケールで最高の野球体験ができます。また、今作はクロスプレイに対応していて、多機種のプレイヤーとの対戦を楽しむこともできます。さらに、前作の3は日本語未対応でしたが、今作4では日本語字幕に日本語音声まで搭載しています。We Happy Few、1月11日からゲームパスに対応します。本作は以前にもゲームパスに対応していましたが、2023年1月をもって外れていました。今回約1年ぶりに再び追加される形となります。2018年に発売された一人称視点のオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。第二次世界大戦で別の結末を迎えた1960年代半ばのイギリスを舞台に、現実から目を背けさせる幻覚剤ジョイの過度の使用によって社会崩壊の瀬戸際にあるディストピア都市からの脱出を試みるといった物語が展開されていきます。バイオハザード RE2、1月16日からゲームパスに対応します。PS1 で発売されたバイオハザード2のフルリメイク作品。
ラクーン市警察署に配属されたばかりの新人警官であるレオンと、兄の消息を求めて市を訪れた大学生のクレアの2人の視点で描かれます。原作の核を大切にしながらも、キャラクターや背景の構成はもとより、物語も一から再考証が行われていて、懐かしくも全く新しい恐怖の惨劇を味わうことができます。本作、非常に完成度が高く、遊びやすく調整もされていて、バイオハザードシリーズ未経験の方にも大変おすすめできるゲームとなっています。ゲームバランスはしっかり作られていますし、謎解きも難しすぎず、とにかく丁寧に作り込まれている作品で、ホラーゲームが苦手という方でも一度は触れてみてほしいタイトルです。ゲーム自体のボリュームは比較的短めですが、その短さがゆえにワンプレイでとても濃い体験が楽しめる、本当におすすめできる作品です。今世代機向けのアップグレードにも対応していて、発売時よりもさらに美麗な映像で楽しむこともできるようになっています。ちなみに今作はセロ D 版とセロ Z 版、そしてセロ D 版は地域設定を北米などに変更することで、セロ Z 版以上のゴア表現となる無規制の海外版となる仕様で、海外版も含めて全て日本語が収録されています。参考程度にですが、バイオハザード7がゲームパスに対応していた際には、セロ D 版とセロ Z 版、海外では無規制版、その全てを遊ぶことが可能でした。Xbox ではデッドスペースなどを遊ぶ際と同様に、地域設定を北米などに変更すれば、海外版を遊ぶことが可能ですが、公式に推奨はされていませんので、自己責任でお願いいたします。ローズフーリメイン、1月16日からゲームパスに対応します。アメリカの静かな田舎町、ドルモントを舞台にした一人称視点のサイコホラーアドベンチャーゲーム。この町では奇妙な失踪事件が発生していて、夜になると得体の知れないクリーチャーが現れ、光の近くにいないとすぐに命を奪われてしまいます。主人公であるエドワードは身の毛もよだつような恐怖と向き合い、正気を保ちながら夜を生き延びていくこととなります。今作は日本語に対応しています。ということで、今回は2024年1月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。